はい、こちらはですね AMG560SEL4V、ノーティックブルーですねの車両になります。はい、今ね皆さんね詳しい人の中にはあれハンマーって言わねえのってね思った方多いと思うんですけれども、実際ですね日本では通称ハンマーと呼ばれているこの車種なんですけども、正確にはハンマーバージョンと言います。はい、でハンマーという車両はですね、私が先日上げさせていただいた動画ですね 300CE ですね、あちらのことをハンマーと言います。はい、でこちらの車両には正式名称にはハンマーという名前はついてないんですけど、ハンマーエンジンを搭載しているということで一般的にハンマーというふうにね名前で呼ばれております。はい、でこのハンマー、動画の中でねハンマーって言っちゃいますけれども、はい、こちらのハンマーなんですけれども、なんとほぼフルオリジナルで残っている車両になります。外装および内装ですね、これ実はですね新車を買うときにカラーを指定できるんですね。でほとんどの人がですねだいたい黒とかシルバーとかね、珍しくてもホワイトですね、を注文なさるというところで、このノーティックブルーですね、のカラーを指定するというのは非常に当時の世情においてもかなり珍しいことだったようですね。なのでこのカラーでこの状態で現存しているということ自体が、しかも調子よく動態保管されている、非常に素晴らしいというかですね、希少な価値がある、そういった一台となります。はい、いろんな呼び方があるんですけれども、動画の中では SEL と呼称させていただきます。 SEL というのは S クラス、 E エレクトリックインジェクションフューエルインジェクションですね、EFI ですね。はい、L というのはロングの略でございます。で AMG って何だろうっていうふうにね思われる方ももしかしたらいるかもしれないので、説明させていただきますね。 AMG というのはメルセデス・ベンツのですね、カスタムビルダーといいますか、昔はですね AMG という会社があったんですね。で、その会社今ではありません。はい、1999年にですねメルセデス・ベンツの本体にですね吸収されて AMG ブランドとして今は残っております。でこの AMG 社というのはですね1967年に創業された会社ですね。でそれからなんとハンドメイドね、その名の通り手作りですね。手でばらして手で組み上げる、要はオーダーされてから一台一台を丁寧に作り上げるという仕事をしてきた会社なんですけれども、この車両はまさしくですねメルセデス最高級サルーンをベースに AMG が手掛けた真のハンドメイド AMG というですね非常に伝説的な一台となります。はい、当時の AMG はレーシングコンストラクター、レーシングチームを持っている団体ですね、としても活動していまして、そのノウハウをですね、当時フォーマルカーの最高峰ともいえるこの 560SEL に落とし込んだそうした事情があります。外装綺麗ですね。ぜひ中身も撮ってください。はい、これがベンツの中身内装ってね非常に独特な香りがするんですけどいい匂いですね。この革の保存状態見てください。非常に綺麗、オリジナルで保存されておりますね。はい、素敵な色です。ドア閉めますよ。この音聞いてください。この音が重厚で非常にベンツらしいというですね、このドアの音、これね車興味ない人からすると何とも思われないかもしれないんですよ。でもこのドアをバタムって閉めるこの感触っていうのが非常にベンツ乗りの中ではですね、重要なことらしいです。これをついてはい、これで消えました。閉めました。開けました。はい、ちゃんとつきます。このステッカーがね重要なんですね。
オリジナルを証明するステッカー、これはもう絶対に出ない、絶対に偽物を作りようがないオリジナルの証拠です。はい、この車両のですね保存状態を表すですねポイントとしてはこのホイールですね。はい、17インチのエアロホイールですね。これ純正で綺麗なまま履いておりますね。はい、こちら AMG の純正のコーションプレートですね。これがあることが正規の AMG 商品であるということの証なんですけども、この、一番下ですね117968、12077687とあるんですけども、この117968の部分ですね、968の部分が元のエンジン形式が5.6リッターを6リッターにボアップしたものであるということの証拠ですね。これがですね 5.0 要は5リッターを6リッターにボアップしたエンジンだとまた違う数字になっているようです。はい、これが工場出荷時のコーションプレートですね。でここにこれかな、これがカラーコードですね。これ外装のカラーコードで、あと上にあるこの辺ですね、これ内装のカラーコードですね。で、このカラーコードというのがこの外装のカラーと内装のカラーと一致してるんですね。なので塗り替えや張り替え等ではないオリジナルの状態を維持しているということの大きな証明になります。このエンジンは AMG が手掛けた 6.0 リッター V8 エンジンとなっております。 AMG オリジナルヘッドを備えた 6.0 4バルブユニットですね。このエンジンはいろんな言われ方をしているんですけども、カタログ値だと360馬力、海外サイトだと385馬力、いろいろ言われているんですけれども、実はなんと当時のオリジナルカタログが綺麗な状態で保存されています。これも素晴らしい特典ですね。ここにね書いてあるんですよ、答えが。はい、ここに長年の論争を集結させるスペックシートがあります。はい、見てみましょうね。SEL6.04 バルブ左側の項目ですね。最大出力は360馬力です。最大トルクは 55.8 キログラムフォースですね。これはね、4000回転なので今の数字で言うと大体560ニュートンメーターぐらいですかね。はい、こちらがですね、AMG560SEL6.0 4バルブのエンジンになりますね。はい、これがそのエンジンになりますけども、もともとはですね 5.6 リッターだったエンジンを6リッターにボアアップしてます。はい、どのようにボアアップしたかというとですね、シリンダーボアというもの、シリンダーの口径ですね、それを大きくして、拡張してあるということですね。そしてこの車両のですね最大の敵というのはですね熱なんですね。当然高容量の大出力のあるエンジンですね、大きなエンジンを車体に積むと、このコンパクトなスペースに積むとなるとですね、かなりの熱が出ます。でその熱によってこのエンジンの寿命は3万キロ程度じゃないかと言われてたらしいんですね。ただしかしですね、このエンジンのまずシリンダーヘッドですね、これ実は3層になってましてですね、この3層というのが燃焼室、バルブ、カム、この3種類で3層に分かれています。でそのような熱対策、そのような熱対策をされているということとですね、それに加えてこのエンジンの室内、実はですねこれバッテリーがありませんね。これ前述したんですけれども、このバッテリーをリアのトランクルームに移設することによって隙間ができたんですね。バッテリー分、実は言うとバッテリーはここにあったんです。ここにあったんですけどね、ここに隙間ができたことによって空気の流れができてトラブルが非常に少なくなったということになっていますね。はい、はい、でこちらのですね、ちょっと目立つ赤い箱ですね、後からつけたよっていう感じのものがこれ一体何なのかということなんですけども、これ古い四輪車ではよくついているものなんですけども MSD、 つまりマルチプルスパークディスチャージというものですね。はい、でこれ何なのかというと、古い車両になってくるとですね、エンジンの中に飛ばす火花、スパークプラグの先端に飛んでるバチバチですね、あれが低速回転だと弱いらしいんですよ。
でこの低回転時にその火花の強さを補強するための部品です。はい。で、これ私専門バイクなんで、バイクの話で申し訳ないんですけども、古いバイクだとねよくあるんですね。低速で火花が弱すぎて、セル回してもエンジンかからないと。でそういうものですと割と CDI イグナイター等のオーバーホールが必要になっちゃったりとかするんですけども、こちらの場合はですねそういったことも必要ないように最初から補強を入れてある。そして、こうした古い世代のイグナイターだとですねエンジンを切ったりした時に逆流する電気がパチッとこう出ちゃったりする場合があるらしいんですね。でそこから本来のですね本物のこちらで積んでいる純正のイグナイターを守るためについている干渉装置というものの役割もあります。シリンダーヘッドがですね赤く塗られております。はい。これおそらくですね、オリジナルが好きな方にとってみてはこの赤い色を落とせないのかなっていうのはきっと一度は印象的に思うと思うんですけども。純正のですね場合はアルミ無地になっておりまして、これ非常にその汚れを吸いやすいらしいんですね。で長持ちをとりあえずその耐久性を上げたい、ね、長くノートラブルで走ってもらいたいということからここは保護した方がいいだろうということで、塗装をされています。でもちろんですねどうしても気に入らないという場合はですねこの塗装は結構簡単に落とせるらしいので、その筋のですねプロショップや専門的なお店であれば非常にこう低い難易度というかですね比較的容易に純正の無地の色に戻すことはできるそうです。そして熱対策で重要なのがラジエーターコアですね。ラジエーターコアというのはここの中に入っているヒートシンクのことですね。これがですね実を言うと純正はもうちょっと薄かったらしいんですね。おそらくこの辺のこのつらい位置だったんじゃないかなと思うんですけれども、この厚みをコア増しというんですけども厚みを増す、これはね純正の対策部品ですね、これを入れております。で、当然なんですけどもそうするとですね、このファンのスペースとかもね、非常に急々になるんですけども、これでギリギリの隙間を保って、きちんとファンが回るようになってますね。でこの熱対策においてなんですけれども、日本の高速道路渋滞ドッと入るとですねだいたい水温が何にもしなくても115度ぐらいになるらしいんですけれども、熱対策をすることと熱に強いクーラントを入れてやるということで、それでもきちんと耐えられる仕様になっているということです。そしてエアコンですね。はい、このエアコンに関してですね非常に面白い話がありまして、1980年前後にですね、ドイツのベンツの偉い人ですね、はい、が、日本でドイツのベンツの、天下のベンツのエアコンが効かないなんてことはありえないということでなかなかその話を聞いてくれなかったらしいんですね。そしてそこでですね日本でそのドイツのベンツの偉い人をですねご招待して純正のエアコンをつけた車内に乗せてですね首都高速の渋滞にはまって差し上げたらしいんですね。そうすると、真夏の気温40度ぐらいの都心ではですね車内温度がどんどん上がるわけです。どんどん上がっていく割にはエアコンが全然効かないと。そして窓を開けてくれと懇願されたんですけれども開けずにそのテストドライブをですね最後までやりきった後そのドイツのですねベンツの偉い人たちですね、はい、経営陣だったのか技術者なのかわからないんですけどもそういった方々が熱心な日本のエアコン熱対策の支持者に代わってでその結果ですね純正のエアコンが電装がついてます。はいね電装の今の高容量のエアコンでこれの前の形式で何がついてたかというとですねルーカスというイギリスのブランドのエアコンがついてたんですね。でこれがでかくて重くてその仕組みが古くて、効きが悪いということだったんですけども、先ほどの逸話があった後はですね日本に対してのエアコンについては強力なエアコンを積むということが今現在まで、普通になったということが挙げられます。その走りになった当時のですね、エアコンがこれについているというふうに言っても過言ではないのかなと思います。
こちらオルタネーター、もともと純正で80アンペアだったものを120アンペア程度のものに交換してあります。はい。これにはやはり理由があってですね、熱対策を行う、もしくはエアコンを回す等でもそうなんですけれども、日本の気候に対応しようと思うとですね、非常に大きな電力量を必要とします。はい。ドイツっていうのはですね、北海道と同じぐらいの気温感覚なんですね。最高気温で40度なんか絶対いかないです。はい。行ったとすると記録に残るぐらいですね。で、非常に涼しくて、冷涼で過ごしやすい気候なので、日本で車を走らせるよりも必要電力量が少ないというのは押して知るべしなんですけれども、分かると思うんですけども、そこで日本っていうのは非常に気温が高くなる、その上にですね、エアコン、もちろん渋滞も発生するということで、このオルタネーターの容量を80から120に変えたことでトラブルがかなり少なくなったということですね。で、先ほども言った通りバッテリーそのものはリアのトランクに移設されております。容量をアップしたりとかそういうことはないんですけれども、もうそれだけでですね、非常に対策としてはかなり完璧な状態に近いということですね。この車両なんですけれども、サルーン、要は高級セダンですね、4枚ドアが4枚あるセダンの、高級仕様の車両としては、こういうカテゴリーをね、つけて言わないとしょうがないんですけども、その中では世界最高速でした当時ね。1990年90年代というのはですね、四輪車も二輪車も世界最高速は俺だと、そういうですね、車両の競い合いというのが最も激烈だった時代なんじゃないのかなと、思います。で、当時ですね、このぐらいの車両の車格だとだいたいエンジンサイズとしては3リッターですね、それがメインだったんですね。で、そうした車体、3リッターでも十分大きいんですけども、その3リッターの車体に対してですね、5.6 リッターをさらに拡充したボアアップした6リッターのエンジンを積んで、300キロの車速、300キロの速度が出るというですね、車両を作ったというのは、当時としては非常に革新的だったという記録が残っておりますね。当時というのがヤングタイマー世代と言われておりまして、このヤングタイマー世代の車両というのがですね、非常に最近値段が上がっています。これなぜかというとですね、さっき言ったように300キロ出るというのは、それだけエンジンおよび車両の性能が良くないといけないんですね。性能および耐久性が良いで、ちゃんと作ってないと、これだけの年数経ってちゃんと走ってくれないんですよ。で、その中で言うとこの AMG ハンドメイドの SEL はですね、中身まできちんと作り込まれているので、現存しているこの状態が非常に状態よく残っていると。ね、これで300キロ出すかどうかっていうのは別の話ですよ。300キロ出せる性能があるよっていうだけの話なんです。300キロ出せるとこないですからね、皆さんね、出しちゃダメですからね。専門のコースとか持っていけばいいんですけども、そこは自己責任でお願いします。はい。300キロ出る、これ、ね、誤解されやすいけど、300キロ出る性能がありますよっていうだけで、これは安全に300キロで走れるんだって思う人も結構いると思うんですけども、そんなことないですからね、きちんと法規走行してくださいね。はい。それを置いといて、すいませんね、現在こういうコンプラ的なことも言わなきゃいけないんです。はい。というような形で、きちんと性能が出ているということで、非常に今再評価されてですね、価値が上がっている一台というようなことになってます。はい、これあと余談なんですけども、90年代のですね、事情というのは、うちバイクの動画やってるんで、バイクの皆さんもね、置いてけぼりにしないようにちょっと申し上げたいんですけども、どういう時代かっていうと、ちょうど90年、この年式で90年っていうとですね、川崎の ZZR の C 型の1型ですね、
C1 ですね、これが出た時代です。で大体その当時のオートバイでの世界最高速っていうのが270キロから290キロ時速ですね。でそれがGGR で、その後ですね須田さんのところでチューニングしたC のですね ZZR が300キロに到達したとかですね、大体その2輪も4輪も大体この300キロっていうのがどう出せるかっていうところでしのぎを削っていたっていうのが同じぐらいの、世代間です。でスーパーブラックバードが出たのが96年ですね。で、その後にはやぶさが出ています。はい、だからそれからはもう泥沼的にですね、競り合いが続いて今に至るんですけども、現在オートバイ市場でいうともう400キロ時速400キロ超えてますね。はい、で車の話に戻りますけども、でこちらの車両はですね 5.6 リッターで、馬力が360馬力。これカタログスペックで360馬力です。で現在はどうなのかというとですね、大体現行のトップモデル同じくですね、ベンツのトップモデルになるとですね、4リッターで正確期すために言いますね、639馬力です。はいね、馬力っていうのは回転数なので、車両エンジンのですね性能を直接表す言葉ではないんですけども、分かりやすいので皆さんにねこの指標を用いますが、これくらい今までですね、そうですね36年の月日の中で、これだけの性能アップをしてきてはいるけれども、当時としてもですね、非常に高出力を誇るスーパーマシン、スーパーカー的なセダン、ねという形で、今もなお人気がある車です。はい、こちらのね、560SEL なんですけれども、ここまでの説明をね、皆さんに申し伝えて、お分かりいただける通りですね、フルオリジナルでここまでの状態が残っている車というのは、これしかないですね。はい。で、日本正規ということはですね、別に輸入されたり輸出されたりというそういうルートを通ってないわけですね。ということはですね、世界に1台かもしれないわけです。素晴らしい。はい。というわけでまさしくですね、この1台、どうしても欲しいよという方がいらっしゃいましたらですね、概要欄のリンクから私宛てにご連絡をいただければ幸いです。海外の方からもお問い合わせお待ちいたしております。よろしくお願いいたします。